皆さんこんにちは。ジェーンズのティータイムへようこそ。本日は私の部屋じゃなくて、私の地元の大自然にいます。その大自然の名はダートモアなんですけど、イギリスの国立公園であって、とっても綺麗です。そして今日はここにいるとっても可愛い動物を紹介したいと思います。それがこちら。小さくて丸っこいまでふわふわのたてがみとつぶらな瞳がチャームポイントなんですが、実はこの子たち昔はなんと戦場にまで行ったことがあるんです。え、こんなに可愛い顔で信じられないんですよね。今日はそのダートモアポニーの歴史や魅力、そして今直面している問題について私の地元の話を変えながらご紹介します。風が強すぎたので部屋に戻りました。まずはポニーの生息地であるダートモアについて少し説明させていただきます。ダートモアはイギリス南西部デボン州にある国立公園で東京の23区のおよそ 1.5 倍の広さがあります。見渡す限りの荒野、花崗岩の岩だらけの丘、そして霧に包まれた幻想的な景色。まるでファンタジー映画の舞台のような場所です。実際、有名なシャーロック・ホームズの小説 Hound of the Baskervilles もこのダートモアが舞台なんです。霧の中から巨大な怪物が現れる。そんなイメージにぴったりの場所なんですよ。それだけ聞くと、なんか怖そうなところという印象になるかもしれませんが、そればかりではない。ダートモアの霧はうまい雰囲気作りもするんです。余談なんですけど、私は去年、慶應義塾大学に留学して、そこで枕草子という日本の有名な古典文学について少し勉強しました。春はあけぼのから始まるやつですね。そして春はあけぼののような詩歌エッセイを書いてくださいという課題があって、私はダートモアについて書きました。それを今日見せたいです。では、こんな感じでした。ダートモアは神秘的な霧。朝、窓の外は一面の白。音もなく忍び寄る霧は、見慣れた景色を一瞬で幻想的な世界に変える。緩やかな緑の丘も、木の石垣も、羊の群れも、白いベールの中に姿を消し、ぼんやりとした輪郭を残すばかり。さまよえば、時が止まったような感覚に包まれる。霧の切れ間から現れる黒々とした花崗岩の露頭、トアというのだ。それは遥か昔から佇む巨大な守護神のようだ。トアには巨人や悪魔が積み上げたという伝説が数多く残る。霧に包まれた姿はまるで彼らの物語が今も息づいているかのようだ。ダートモアに数多く存在する古代の塚やストーンサークルも霧の中で一層神秘的な雰囲気をまとい、忘れ去られた儀式を静かに語りかける。古代の住人たちも同じようにこの霧の中で精霊や妖精の存在を感じていたのだろうか。しかし霧は不気味なだけではない。夜がさせばゆっくりと晴れ、梅雨に濡れたヒースや草木は宝石のように輝く。そして現れる広大な景色は息を飲むほど美しい。霧はこの地の隠された美しさをかきま見せる神秘的な案内人。どうですか？先生が結構気に入ってくれて高評価をくれました。私は子供の頃、このダートモアでよく遊んでいました。ハイキングしたり、マウンテンバイキングしたりしました。サッカーやラグビーなどもしましたが、正直ボールを追いかけるより、ポニーを見つけて、あ、いたいたって走っていく方が楽しかったかもしれませんね。さて、
ここで主役の登場です。こちらには霧と風の荒野を生き抜いてきた小さなサバイバル馬がいます。その名もダートモアポニー。70年代のダートモアの発掘調査で、ダートモアポニーは3500年前からここに生息していたことが分かりました。見てください、この小さな体。大人のポニーでも高さは115センチから125センチぐらいです。背が低いのに体重はなんと 260kg もあります。とってもごつくて力強いんです。まさにマッスルポニー。そうです。体は小さいけれどとっても丈夫です。雨も風も強いダートモアの自然に適応しているので、モフモフの毛並みが厚くて防水性もあり、寒さにも強いんです。それで冬の嵐でも平気でもりもり草を食べています。ダートモアポニーはイギリス原産で数千年前からこのダートモアにいました。中世から近代にかけて鉱山から錫や花崗岩を運ぶために使われていました。しかし、鉱山が閉鎖されると一部のポニーは農作業に使われましたが、多くはそのままダートモアの荒野に放たれました。そして驚くのが19世紀から20世紀にかけての使われ方です。産業革命の時代には鉱山の中に入り、狭い坑道で石炭を運んでいたんです。ダートモアポニーだけではなく、鉱山で働いた馬を英語ではピッツポニーと言います。でも、ダートモアポニーの小さな体のおかげで、あるいはせいで、他の馬が入れない狭い坑道にも入れました。その小さな体の割には、とても力強いので、重い荷物もうまく引けたんです。そのため、ピットポニーの仕事にとっても適していました。さらに、1900年ぐらいから1960年代にかけては、ダートモア刑務所で繁殖が行われ、看守たちが囚人の護送するためにも、ダートモアポニーを使っていました。でも、それだけではないです。第一次世界大戦の時、イギリス軍はこのポニーを軍用にも使いました。前線に食料や弾薬を運んだり、怪我をした兵士を引いたりしてたんです。ダートモアポニーだけではなく、第一次世界大戦でたくさんの馬が使われました。興味がある方は、ウォーホースという映画がおすすめです。こんなに可愛い見た目なのに、実は歴史の中でたくさんの人間を支えてきたたくましい存在なんです。鉱山、農業、刑務所、戦争、小さな体で大きな仕事をこなす。まさに働き者の馬なんです。こんなに可愛いポニーが人間のためにあんなに働いていたと想像すると、ちょっと切ないですよね。では、現代のダーズモアポニーはどうしているかというと、安心してください。もう戦争に行くことはありません。今はほとんどのダートモアポニーは自由気ままに暮らしています。ダートモアでしか見れないので、ダートモアの象徴のような存在になっています。そして多くの観光客が見に来ています。でも、ダートモアポニーはまだとても重要な役割を果たしています。それは草を食べることです。いや、冗談じゃないんですよ。ダートモアポニーを荒野で放牧することで多様な生息地が維持されているんです。そして他の仕事としては子供向けの乗馬にも使われています。ダートモアの広大な自然の背景にこの小さなポニーたちが自由に歩き回る姿は人間の心を癒すと思います。地元の人にとっても観光客にとってもダートモアポニーはまだとても大切な存在だと言えるでしょう。でも、ここでちょっと悲しいお知らせがあります。実はダートモアポニーは絶滅危惧種に指定されているんです。理由はいくつかあります。まず、昔のように農業や鉱山で必要とされなくなったことが大きな要因です。そして血統を守るのが難しく、純粋なダートモアポニーの数はどんどん
減っていて、今では数百頭しかいないとされています。このままだとダートモアポニーがいつか見られなくなるかもしれません。そうならないように地元のブリーダーや保護団体が頑張って繁殖や保護活動をしています。私たち地元の人にとってダートモアポニーはただの可愛い馬ではなく、地域の文化や歴史を象徴する存在です。だからこそ、この活動はとても大切だと思います。皆さんももしダートモアに来られる機会があれば、ポニーたちに優しくしてあげてください。あ、でもまだ繁栄性の動物なので、触ったり餌を与えたりしない方がいいです。今日は私の地元にある国立公園、ダートモアとそこに暮らすダートモアポニーをご紹介しました。小さくて可愛い見た目なのに、実は歴史の中で大きな役割を果たしてきた。そして今は人々を癒す存在になり、同時に絶滅の危機にある。かわいそうですね。イギリスといえば、ほとんどの人はロンドンやマンチェスターのような大都会を想像すると思います。でも私にとってのイギリスっていうのは都会ではなくダートモアのような大自然、何キロも広がる牧草地、そしてちっちゃくて可愛い町や村。まあ、つまり田舎ですね。私の動画を見ることで皆さんが思うイギリスのイメージが少しでも広がったのならとっても嬉しいです。皆さんももしイギリスに来られる機会があれば、ぜひダートモアに足を運んでみてください。霧に包まれる荒野でこの小さなポニーに出会ったら一生の思い出になるはずです。面白かったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして他の動画も見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。